雑談です。真犯人です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、僕の話なんかどうでもいいですよね。本当に陣内くんの新ネタの編集をしておりましたでね、もうそれは僕の話は本当にどうでもいいですよ。見ましたでさ、もう早速いきますね。今日も話が長くなりそうだ。謎が多い真犯人フラグの7話目。いや参りましたね。見ました。本当に見てなかったら見てからこちらを見ていただければと思いますけども、真犯人フラグの7話目。まずこれどこから手をつけていったらいいですかね。光の動画が送られてきて、でどこから始まるんですけども、その場所を特定するのに、一応警察にもね、阿久津の方にも送られていて、で立花君の会社の方にも立花君を通して、解析をしている、どこだろうといいね、解析をしている中、その立花君の会社の中のメンバーの一人が、社員の一人がなんて言いました海江田君がもともとドルオタで、過去にアイドルの、住んでる場所とかを2ちゃんに書き込んでたという過去が、ね、ここでばらされるというね、そういうで、その特殊技能というか、特定班をしてたってこともあり、その動画から、いろいろ場所を特定していくんですが、まず、ね、その動画の中の音声で怪しいところはないかっつったら、鳥が鳴いているっつって、その鳥を特定したら、夜行性の山間部に住む鳥だみたいなんで分かると。で、夜行性で山間部っつったら群馬のあっこはどうだっつって、一旦群馬に絞って瞳に映ってた特徴的な窓を調べると、あっさりとというかね、すぐ、場所が分かって、でそこですぐね、相良さんと二宮さんは飛んでいくわけですよ、二宮君と。で、時を同じくして、警察の方も場所を特定して、そこにすっ飛んでいくと。で、その場所に行って、いるのかどうかっていうところをね、探る中、その前に送られてきてた、真帆さんから送られてきた獅子座流星群の写真の場所もどうやらここで間違いないみたいなことで、もう相良さん、凌介さん自身はね、もう気が気がじゃないですよね。ここね、ついさっきまでなのかどうかわかんないですけど、犯人とそれから光さん、娘さんと真帆さんがいたのが痕跡があるということでね、ドキドキしながら中を探るんですが、結局何も見つからず、あとは警察にね任せて、と言われて返されてしまうと。で、群馬のところでの痕跡はその後別に語られていないので、何か出てきていればあれなんですけども、特にね何もなかったような感じで過ぎていきました。でその次にあれですよね、タッパーにカレーじゃないな、あれはハンバーグか、ハンバーグを入れてつかつかと歩いて、誰かのご飯ですかね。確かね、ハンバーグが3つかな、なんとなく確認できたのはあれハンバーグだと思いますけど、椎茸なんじゃないかっていう話もね、いろんな考察動画を見てる中で出ましたけど、あれ おそらく煮込みハンバーグ系のね、ってことは包丁女と同一人物だと僕は思うんですね。包丁女とが作ってたハンバーグが運ばれていった場所がどこなのかっていうのはねちょっと分かんないですけど、それ持っていく手前で着信があるんですよ。みつるからで、そのみつるが誰かっていうのが明らかになったんですけども、プロミンがね
運送屋の前で張っている時に前野さんがやってきて、でお前誰だってなった時にすぐ名乗ったんですね。中村充ですって。でおそらく中村充と充は同一人物、まあ他に充いないんでね、まあそうなんだと、前まで謎の男だったんですけど、充さんが電話をしてると。だから包丁女とこの充はグルというか、つながりが何かしらあるんですが、それが何なのかはまだ全然わからなくて、でそのタッパー女、包丁女がハンバーグをどっかの部屋に持っていくというシーンがあったと。あれはおそらく誰だろうな、光か圧とかね、それとも真帆さん家族全員なのか分かんないですけどのところに何かご飯が運ばれていったんだろうなって感じでしたね。でこう一つその群馬の場所での痕跡というかが真帆さんと光さんはあるんですけども、篤人くんだけないんですよね。なので篤人くんだけもしかしたら別のところにかくまわれているのかなっていう気もしますね。だから群馬での痕跡がまだ篤人くんにはない。指輪があったのも、スマホがあったのもどっちも真帆さんと光さんのあれなんで、篤人くんの痕跡だけはねないんですよ。唯一蹴り入れられたサッカーボールと、あとはあれですね、フリマアプリに出品されている服ぐらいで、その群馬の痕跡っていうのはないんですね。そこがちょっと気になりましたね。で、それから何が起こりました。凌介と二宮の会話中にね、ここは今回7話のメインの話になっていくんですけど、会話中に盗撮されて、だから盗撮されたのは会社の中なんで、おそらく、この会社ね、亀田運輸の中に犯人というか、前も言いましたが、犯人じゃなくてもなんていうんですかね、ちょっかい出し屋がいるんだろうなとは思いますけども、で、写真を撮られて、それがプロビンにね行っちゃって、でプロビンが突撃するの不倫をしてるんだろうっつって二宮さんのところに突撃をして、それがワイドショーでもう取り上げられてしまうという流れになるんで、今ね真犯人フラグのホームページの相関図のところを見て、亀田運輸のこれ誰がやったんだろうなって見てるんですが、亀田運輸の石川明乃さん役の方、町田愛さんが、これもしかしてこれ包丁女じゃねえかな。髪がねショートで、口元もちょっと違うか。でもこれショートで包丁女であれば、ちょっと望月がアフロディーテっぽいでしょ。で石川明乃がこれ包丁女だとしたら、そこに訪ねてきた充ね、亀田運輸に来てて、なんかね、行ってしまったっつって青い車の方を見て言うんですけども、これいやでも分かんないな、それはちょっとコンパクトにまとまりすぎかみたいなことがあって、不倫を騒がれてしまうと。で突撃されて、何度か望月くんの車によって、トラックで会社に出入りするんですけども、その中で一回二宮さんが望月くんにアフロディーテのねあれのツイートを釜をかけるんですが、ヒゲなんじゃないっつってあっさりかわされた後のその望月くんの顔がねちょっと怪しげだったんで、これはもしかしたらって気はしますよね。でその後はクレーマーのね電話、小畑由美さんからの電話で、これねクレーマーが誰なんだろう。
岸田さんなのかなって感じは一瞬したんです。声の感じとかね、もう一回確認しないとわかんないんですけども、なんかね、二宮さんも、あ、この声はみたいな反応があったんですよね。なんで、菱田さんは菱田さんでね、その後、フリマのね、あれの撮影場所がもしかしたら菱田さんの家ので撮影されてないカーテンの具合とか床のカーペ敷物の具合とか見てくるっつって涼介さんがこう乗り込んでいくんですけど、そこでマッサージを受けてる時に、不倫のニュースを知ってて、不倫の報道があった時もね、なんか首をコリコリしながらね、こうなんか鬱陶しいことをしてんなみたいな対応だったんですよ。で、その涼介さんが来た時にもうゴリゴリやるんですけど、二宮さんが偽名を使って一回マッサージ屋に来てるっていうのがあって、こう嘘をつかれているっていうか、ちょっと煙たい感じのね、二宮っていうのかっていうのがそこで一致してて、でそのクレームの電話を入れた時にね、声の感じがつって、二宮さんって肌綺麗ですねみたいなことを言ってんのは、これ菱田、クレーマー菱田なのかなって気がちょっとしますね。どうなんでしょうかね。で、そのマスコミに囲まれている二宮さんを倒れてしまうところをこう助けたのが涼介で、そこでアンパンマンの話をするんですけども、毒にも薬にもなると、その報道自体は、みんな信じてしまうから、嘘でもね、真実でないことも報道されてしまう、それが真実っぽく捉われてしまうみたいなことを熱弁してるんですけどね。で、だから協力をしてほしいという話がありの、で保険金のことをチクったのは俺だっつって、不動産屋の林がね、ゲロるんですけども、ってことはこれね、あとそれから変なプレーをしてたでしょ、林と轟の娘ね、変なプレーコスプレをしながらなんか昼間にねいたしておりましたが、轟のね、轟マリナですか、これもなんかちょっと怪しい動きをしてるんですよね。だからこれが包丁女かっつったらそうではないのかもしんないですけど、唇の特徴がね、どうも当てはまらないんですよね、この出てる写真の中で考えると。だからちょっとわかんないんですけど、でその写真の話でいくと、このホームページにトップページに全員がこうずらずらっと写っているね、写真がありますけども、その写真の一番左上がまだ黒いね、あれで隠されているんですよね。だからそれが誰なのかなっていうのはね、一番気になるところではありますけども、あれがね、あれがそうだよな、あれが真犯人ってこともなのかな。で、あと唯一ね、違う、これ不思議、さっき見た時は全員唇の前にこうシーってやってる写真なんですけども、さっきアクセスした時は二宮さんだけ指を唇から外してる写真があったんですけど、今全員がしてるな。あれ、これどういったことだ、外してるのと外してないのが二宮さんだけ唇にシーってやってない写真があるんですよね。これもちょっとどういう仕掛けなのかわかんないですが怪しいですね。で、いや、謎が増える一方ですね。唯一分かったのは本当にみつるが誰なのかってこととですね、予告でね、
菱田さんにシーって言われてたのが誰なんだろうかっていうのと、ねえ、ですね。あとは、あれですか、真犯人フラグってね、タイトルで、真が、ね、で、犯人、フラグは、なんで、真帆だっていう見解がよく見受けられるんですけども、僕はこれそうじゃない、そうではないとは思うんですけどねっていう、こうなってくるとやっぱりね、二宮が今現時点で出てる中では怪しいのはやっぱあれだけ協力しててっていうのは、二宮も確かに怪しい。僕は全然そうじゃないとは思ってたんですけど、ここへ来てちょっと怪しさは増してきたかなって気はしますね。あと猫おばさんの言うね、魔王の娘っていうのがやっぱり真帆のことを指してるんではないのかっていうのもありますけどもね。ただやっぱ菱田さんちの押し入れの中身と、それ来週ぐらいでね、なんかもう一人気づく人が出てきそうな感じなんですよね。で、涼介さんも部屋に上がった時に一回帰りかけにその押し入れの方を見たら、必死に菱田さんがこう子供のね目線を隠すようにしてやってたシーンもあったんで、これはやっぱり涼介さん自身も菱田さんのことをちょっと怪しいのかなって思い始めてる線もありので、いや、まだまだ分かりませんが、本当に面白いドラマになっておりますんで、ぜひ見逃し配信と、これYouTube に公式でダイジェストがね、上がってるんで、それを拾ってみればまだまだ追いかけられますんで、ぜひご覧になっていただきたい。ね、あと、そうですね、本当に面白いドラマであります。ね。で僕がね穴番を見てなかったんであれですけども、出てきた医者のねお二人が穴番のキャラクターなんですよね。それなんかちょっと悔しいなと思って見ておりましたが、本当に面白いドラマなんで、ぜひ見逃し配信、ありますんでご覧になってください。コントあなたの番ですね。映画やるんでしょ、見てないから悔しいなと思って、夜再放送してたのでも見ればよかったな。映画の前にねやってたでしょ。いやもうしょうがないから映画見て真犯人フラグを楽しもうかなと思います。あとね、いろんなコンテンツ全部見るをさんの YouTube もちょっと見てたら、この脚本書いてる人と仲がいいそうで、その脚本書いてる方が結構ツイートでこうヒントというか謎を毎回出してるそうなんで、それもちょっとフォローしてハマってしまいましたね。恐ろしいことに。いや面白いドラマなんで、ぜひ見逃し配信含めね、Hulu なんかでは全話見れるんで、追いかけたい人はぜひご覧になってください。あとチャンネル登録とね、高評価もよろしくお願いします。そんな感じです。ありがとうございます。